どうも、なんとか重工です。よろしくお願いします。お願いします。ネクタイ忘れちゃったんで、ノータイでちょっと非常に申し訳ないんですが、今回はやらさせていただきたいと思います。でですね、BMW、今までメンテナンスばっかりやってきたんですけど、そろそろカスタムの方もやっていきたいなと思いまして。自作パーツですか？自作パーツです。ワンオフですね。自作というと語弊がありますので、ワンオフパーツを作っていきたいと思うんですけど、ケロによるケロのためのケロのパーツ作りをやっていきたいなと思うんですよ。で、どこをやるのかというと、こちらステップをワンオフしたいなと。なるほど。乗車姿勢が僕に合ってないんですよ。ステップの位置がちょっとまたがってみますね。はい。ハンドル持って、こういう走ってる状態ですね。走ってる状態の時にニーグリップが僕うまいこといけないですよ、このステップ位置だと。ほうほうほう。もうちょっと前か上、もしくはその両方のところにあると塩梅いいですよ。もう少し前だったり上だったりしてくれると、ブレーキとかでグッと体が前に行きそうな時に足でグッと踏ん張れるんですけど、今のこのステップの位置だとグッとこうブレーキを踏んだ時に握った時にいまいちこう支えきれずに動きがち。もちろんここをグッとね、ニーグリップを強烈な圧力でここを押さえ込んでればいけるかもしれないですけど、それはそれで大変なんで、やっぱ程よい位置に来てほしいなと。なるほど。ちょっと体にフィットしてないと。そうなんですよ。なぜドイツ車なんで、大柄な欧米人に合わせて作られてるんで、小柄な僕にはちょっと合わないんですよ。どんまいハンドルとかの位置はそんなに不満はないですよ。ハンドルの位置とかは特に遠すぎるとか低すぎるとかっていうんでもなくて、割とこんなもんかなというところなんですけど、ステップだけもうちょっと踏ん張りが効く位置に持っていきたいなと。イメージこんな感じなんですけど。なるほど。あと数センチ2センチとか、そんなレベルだと思うんですけど、僕の体に合ったワンオフパーツを作りたいということなんで、バックステップとか、ライディングステップとか割と社外品で売ってる部品っていうのは調整機構がついてると思うんですよ。後ろに何ミリピッチで何段階、上に何段階みたいながあるんですけど、一般的なやつはね。でもそういうのいらないと。ケロさんしか乗らないわけですよね。そう、僕しか乗らないんで、ドンピシャの寸法のところにステップがある、もうただそれだけのステップを作りたいわけです。なるほど。専用の。今この時点でこう適当に何センチ上何センチ前ぐらいかなみたいな感じだと、実際に踏ん張ってないんで正確にそこがいいのかどうかがわからないんで、設計の準備段階になる寸法取りをテストピースを作ってやりたいなと思います。というわけで、とりあえずテストピースの制作をやっていきたいなと思います。少し大きいんですけど、適当な材料がなかったんで、こちらの端材を用意してきました。これから製作していきたいと思います。
はい、というわけでテストピース完成しまして組み付けております。適当な材料なかったんでちょっと分厚すぎたんですけど端材で作りました。で今ここにあるステップの位置が純正とほぼ一緒の位置、数ミリの誤差はあるとは思いますけど純正とほぼ同じ位置にあります。でこの状態でまたがった感じがこの土踏まずのところで踏んだ状態で折りました。膝の位置こんな感じです。はい、こんな感じでライディングのポジションを取った時に僕の重心がここら辺やとしたらここでは踏ん張れへんやろという感じですね。僕が勝手に言ってるんですけど、でちょっと前にやりたいなということでテストピース使って前にやってみたいと思います。ほとんど前にやっただけの状態にしてみたいと思います。とりあえずもう水平に前に移動した。ほぼ水平に前、テストピースでいける一番前でまた上がってみると同じように土踏まずで踏んで座る、ちょっとはマシかな。もうちょいちょっとはマシなんですけどもうちょい上の方がいいなっていう。確かに膝の位置的にはタンクはもうちょい上ですもんね。じゃあちょっと上にやってみましょう。一番上にやってみます。なんせコンパクトなんで体が。で同じように土踏まずで踏んで下がる。どうですか？いいですね。どうだろうか。もっと前でもいいかもしれない。考え中。一応なんていうんですかね、ここのボルトよりかは前に行かないようにしたんですけど、なんかもうちょっとコンパクトでもいいかなとか思い始めてるんで、ひっくり返してやってみようかな。いいですねそれ。ちょっと想定してない使い方なんですけど、左右入れ替えたらいいんか。座売りがありますからね。左右入れ替えてみます。ちょっと、左側のやつを持ってきました。でこれをそのままつけてみます。かなり前行きますね。かなり前に調整幅が広がりました。まさかここまで行くとは思わなかったですけど。でさっき一番上まで上げたのがここら辺やったんですけど、ここら辺りに行ってみましょうか。よし、こんな感じで左右入れ替えて前の方にいじれるようにしました。また上がってみます。いいっすか？結構いいですね。タンクの膝の位置かなりいい感じに見えますね。なんかしっくりき始めた気がしますね。ちょうどなんかタンクのえぐりのとこに膝が来てるような。やっぱりその欧米人と比べて長さが違うんで。そうなんですか？そうなんです。知らんかったな。このいや割と近い理想のポジションに近いかもしれないですね。もうちょっといじってみます。それペダルの位置めっちゃ大変なんじゃないですか？大変になる可能性がある。ポジションは最大マックスまで行ってみましょうか。一番前の上。一番前の上。タンクから膝飛び出るんじゃないですか？極端なところから見ていった方がね、戻しやすいというか。そうですね。やりすぎた。明らかにやりすぎた。もう株みたい。やりすぎましたね、これは完全に。前方向にはいいかもしれへんですけど、なんせ上がりすぎてる感じがするんで、下げると良くなるかもしれないですね。という感じでですね、こんな感じでテストピースを使ってですね、理想のポジションを探ります。でいいポジションを見つけたらそこで初めてステップの設計に移っていきたいなと思います。はい、というわけでいろいろ試した結果、ここに結構一番上まで来ましたね。一番上で、しかも想定していた本当はねこれこっちにあったやつなんで、
あ、ひっくり返しましたもんね。そうひっくり返してこっちなんで相当前の上ほうほうほう。にしました。で純正のステップ、こちらこの穴がこの穴にあったので、まあこっち方向のねあれはちょっと誤差が出るんですけど、ステップの位置だけで見ると穴の位置をこうやって合わせると純正がここやったのに、まあ、こっちになったと。ほうほうほう。相当、そうですね、前に5センチとか上に3センチとか、バックステップではもはやない。なんていうんですかね。わかりますけど、まあ、ライディングステップですかね。フロントステップになってるんで、ほうほうほうほまあ、こんな感じに前にしようかなと思います。このペダルの位置とかもこう言うたらこう移動させないといけないんで、実現可能な位置なのかどうかっていうのは今時点では正直わからないですね。CAD でモデル作ってみないとわからない。でまあとりあえずこの穴位置に対してここにステップを置いた状態の設計を進めていきたいなと思います。はい、というわけで、まあ、こちらの位置に設定して、設計を進めていきたいと思います。で結構めんどくさい作業なんですけど、わざわざこんなテストピースまで作って結構めんどくさい作業なんですけど、まあ、ここで自分に合ったポジションの位置をですね決めてしまえれば、後のステップの設計って結構シンプルになるんですよ。市販されているバックステップとかって調整機構がついてるんで、その調整機構でステップを動かした分だけペダルの位置も動かしたりとか、そういうことも鑑みた設計をしないといけないんで、テストピースで、最適なポジションを探す手間をかけたことによって設計の方はちょっと楽ができると思います。という感じでですね、設計を進めて、加工ができる状態になりましたら、次回の動画にしたいと思いますので、今回はここまでとしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。